はい、皆さんこんにちは、クローバーズスタジオヘッドチーフゲームデザイナーの神谷です。よろしくお願いします。スッと出てこないとダメですよね。じゃあ早速質問の続きいきましょうか。お気に入りの仮面ライダーは何ですか？俺これ答えた？前答えてない？ヒーローの話はしたっけ？僕が一番好きな仮面ライダーは仮面ライダー、そうか、やっぱり昭和の仮面ライダーが僕の思い出の原点なんで、やっぱり仮面ライダー1号2号、ライダーマン V3、仮面ライダー X、アマゾン、ストロンガーまでかな。スカイライダーまではいかないかな。ストロンガーまでがやっぱりライダー勢ぞろいって並ぶとワクワクした昭和の仮面ライダーですよね。なんですけど、さすがにそれは僕もストーリーまでは覚えてるわけじゃないんで、キャラクターとしての仮面ライダーとしては好きですけど、作品としては仮面ライダー龍騎、これはちょうどね、僕ビューティフルジョー作ってる時期だったと思うんですよ。でたまたま見始めた龍騎がめちゃくちゃ面白くて、なんでだったかな、確か同じチームでジョーのデザインしてくれた末金さんがなんか龍騎が面白いって言って当時録画したビデオを持ってきてくれたのかな。でそれはもうね、放送は第5話あたりまで進んでたと思うんですけど、それを見てめちゃくちゃ面白かったので慌てて追いついて、そこからも毎週楽しみに見るようにして、あれは本当に世界観ストーリーとして楽しめる作品だったので当時夢中になりましたよね。もちろんそれはソフビもフィギュアも買いましたし、ドラグバイザーっていうガントレットみたいなやつも買いましたし、ベルトも買いましたし、ベルト当時僕もっとねシュッとしてたんで子供用のベルト頑張ればできたんですよ。めっちゃ絞ってここにつけたりしてガードベントとかやってましたよね。ちょうどだからヒーローもの作ってる時だったんで、いい刺激を受けながら作品も楽しんでゲームを作ったんじゃないかなと思いますね。で実はなんと主演をされていた菅田松さんにビューティフルジョーのプロモーションも手伝っていただいて、個人的にお会いして挨拶もさせていただいてサインもいただくという役得がありましたよね。龍騎は面白かったですよね。小さなことから運命が大きく変わっていくっていう作品で、見終わってみると主人公のシンジ君がなぜここで仮面ライダーに変身するためのカードデッキを拾ってこんな流れで仮面ライダーになってしまったのか、でそれで彼が大きな運命の渦に巻き込まれていってっていうのは作品全体を通してね、そういうところで楽しめたっていうのがありますね。で龍騎の次がファイズって作品だったんですけど、これはね僕ちょっとね第1話見たところからもうダメで入り込めなくて、そこからちょっともう仮面ライダーから離れちゃったんで最近全然見てないんですけど、あれねなんかね仮面ライダーに変身するための変身グッズみたいなやつをたまたま主人公と変身グッズを持って組織から逃げてきた女性とが出会い頭にぶつかってボストンバッグを落とすんですよ。2人とも全く同じボストンバッグでって言ってお互い違いに拾って立ち去っちゃって、でその主人公の男の子はふーって落ち着いてからボストンバッグ開けたらなんだこの変身グッズはってなってヒーローになることになるっていう、こんな安い演出で仮面ライダー描いちゃダメですよ。その後どんな素晴らしいドラマが展開したとしても、さっきの龍騎の時にも話しましたけど第1話に立ち返ってこんなことでこの人仮面ライダーになったんって、これはねちょっとドラマに入り込めないなと思っちゃったんで、それ以降はもう見なかったんですけど、また他作品を僕ディスり始めると興に乗っちゃうんでダメですね。そんなわけで僕龍騎が一番好きですね。ちなみに当時仮面ライダー龍騎のおもちゃを買うと応募券がついてて、それを何ポイントか集めて応募すると当時龍騎の劇場版の映画っていうのが準備されてたんですけど、それにエキストラで出られるっていう、僕それにポイントも集めておもちゃめちゃくちゃ買ってたんでポイント集めて、でちゃんと履歴書も書いてカプコンゲームデザイナー神谷秀樹って書いて送ったら、なんかねカプコンの事務の女の人が多分バンダイの人からかな、カプコンの神谷さんって人が応募してきてるんですけどこれ本物ですかって問い合わせがあったらしく、それが事務の女性から三上さんのとこに行って「神谷お前仮面ライダーのやつに応募しとるんか」ってバレたっていう、勘弁してください本当に。しかも映画出られないっていうね、恥ずかしいだけの思いして、俺ただ青春の思い出に出ようと思っただけなのに、俺がエキストラで出てたら絶対これちょっとねモブじゃないもんね、これね悪目立ちするからそれはね無理もないんですけど、そんな思い出もありましたと。はい、次の質問に行きましょうか。これはもう多分憧れじゃないですか。こういうキャラクターでありたい、こういうパーソナリティでありたいっていう、そういうところが作品を描く面白さかなと思うんですけど、僕を作品の主人公にしたら誰にも話しかけずに物語進まないんで、ずっと部屋に閉じこもって YouTube 見てるだけになるんで、だからそういう社交的っていうのかな、やんちゃでとか大暴れするキャラクターでとか、性別も違うセクシーな女性でとか、そういうところの憧れっていうのはキャラクターに反映されていくんじゃないですかね、多分ね。考えたことないですけど。で三上さんに対しては
シャイというよりもちょっともうね、もうなんていうの、ゴッドなんですよ。存在大きすぎて、そんなおいそれとね、こんなところに呼んで「三上さんどうですか?」とかできませんよ、そんなことは。でも三上さん嫌いとかそういうんじゃないですよ、全然ね。三上さんの方からよく電話かかってくるんで、それは本当にありがたいなと思うんですけど、三上さんこれからも電話ください。次は何？ベヨネッタ開発に嫌だったこと、あんまり開発中に嫌なことってないと思うんだけどな。基本的にね、ああしようこうしようっていうのをやってる時っていうのは楽しいんで、そりゃね、いわゆるクランチがかかって、ベヨの時なんかはね、時代もあったんで、それこそ会社に泊まり込んでとかで、家に帰って着替えだけ持ってきて会社に泊まり込んでみたいなね。プラチナの入ってるスカイビルに上にスポーツジムがあって、あそこにお風呂があって、あそこのお風呂に入りに行くのね、好きでしたね。今もうないのかな、あのお風呂。当時はスカイビュー、あれ何階、梅田の全域を見下ろせるビルの30階近くで、窓ガラスですっぱだかでこうやって梅田を見下ろしてやるのが気持ちよかったですよね。だから嫌なことで、これはね、ベヨネッタに限らずゲーム開発で嫌なことはマストアップですね。マストアップに向けたデータ更新終了、ノータッチ、もうこれが本当に俺はね、もう本当に人生で一番嫌。あれ人生で一番嫌だな。これゲーム作ってる人だったら分かると思うんだけどな。皆さんこの感覚分かるかな。僕もゲームユーザーだった時には分かんなかったんですけど、いざ自分が作る側になってみると、さっき言ったみたいに作ってる日々は楽しいんですよ。だってデザイナーこんなアート描きました、おお。でそれをモデリング作りました、おお。でアニメーションが入ってアクションできるようになりました、おお。で触って敵と戦って楽しい、おおって、こんな毎日ねめちゃくちゃ楽しいんですよ。それがある日突然じゃないんですけど、それはね、スケジュールってなって、これも入らんな、これも入らんな、ただ切っちゃうだけじゃなくてなんとかするんですよ。これ丸ごとは入らないけど、ちょっとこのニュアンスなんとかこううまく膨らましたように見せて、ユーザー体験としては同じものを提供しようっていう、そこはもう創意工夫でなんとかやりくりしてギリギリ完成までに間に合わせるんですけど、そのギリギリの時にはもうこのデータだけ入れさせてとか、ここだけちょっと直させてって、ちょっとこのフレームだけもう1フレームちょっと足したいとか削りたいとか、ここのエフェクトもう少し派手にしたい、これだけちょっと入れさせてみたいなことをやってて、もうダメですよって時が来るんですよ。もうダメってピシャッ。そしたら俺はね、もうね、地球破壊爆弾のスイッチを押したくないんだよね。もうこんな目に遭うんだったら地球ごとなくなれって思うね。っていうくらいマスターアップ、データ更新地面、これはね本当にね、もう苦痛以外の何物でもないですね。こんな日が来るんだったらゲーム開発なんかに携わるんじゃなかったとすら思いますよ。これからゲームを作り続ける以上ね、そういう日が毎回やってくるんだろうなとは思いますね。もう本当に難儀な商売ですよ。こんな締めっぽい話で一旦おしまいということで、また次回を楽しみにしてください。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。